だ。ジュダさん、こんにちは。今日も来てくれてありがとうございます。BGM 代わりに見てます。わら。ぜひぜひ BGM 使ってください。朝結構勝てた、わら。おお、ショートしたんですね。朝、加工トレンドでしたよね。下でロングです。落ち着いたのでロングで稼ごうと思っています。おお。下でロングいいですね。僕も今日その戦法で行こうと思ってます。上昇継続しそうですし。仕事中やったんで休憩中に差し寝してた、わら。
ダブルワーク成功ですね。短期波下でもおかしくない。がっつり加工来たら現物界でガチホしようと思います。わら。日給の7倍派も受けれた。わら。いいですね。おお、素晴らしい。僕も今日測ってるように頑張ります。今派のポジ、わら。頑張って。横横ですもんね。ノーポジが安全。ありがとうございます。ボラないし、わら。ドル円とかよりはるかにビットコインの方がいいですよね。ボラが熱い。ダブル。
日時損益3418円。日時損益3418円。
日時損益5078円。日時損益5437円。
日時損益6392円。日時損益6392円。ちょっと様子見します、わら。
コバは32個ペン。32個ペンさん、こんばんは。いやー昨日は自分も被弾しました。被弾したんですか？今日こそはかちましょう。ロスカットで 90% に汗。今月の入金早めときま。
ボラおっきいですもんね。でも取り返し時ですよ。
日時損益マイナス1万8074円。日時損益マイナス1万8074円。
日時損益マイナス8629円。割と上下大きめに動いてますね。ボラ結構あります。うっかり狩られました。26% なのに150円、わら。ダブル。25倍なのに P。まだ今日結果のロト7があるさ。あれ？枚数結構買って 26% で150円ですか。ロト7楽しみですね。600円分ですから、わら。
なるほど、わら。26% プラス派でも大きいですよ。
日時損益マイナス17,792円。日時損益マイナス17,792円。ちょっと様子見します。
日時損益マイナス1万3675円。
日時損益マイナス1万944円。日時損益マイナス1万944円。
日時損益マイナス1万7639円。日時損益マイナス1万7639円。日時損益マイナス1万6494円。日時損益マイナス1万6494円。
日時損益マイナス24,268円。日時損益マイナス24,268円。
日時損益マイナス23,651円。日時損益マイナス23,651円。今日もダメだな。悲しいよー。今日も焼け酒だー。日時損益マイナス21,902円。日時損益マイナス21,902円。
能のなさを感じます。
日時損益マイナス1万8650円。日時損益マイナス1万8650円。
時損益マイナス14,421円。日時損益マイナス14,421円。URL 省略。
日時損益マイナス13252円。日時損益マイナス13252円。当時視聴者数9、チャット率0、再生回数66。
日時損益マイナス1万1107円。日時損益マイナス1万1107円。
日時損益マイナス9266円。日時損益マイナス9266円。日時損益マイナス7581円。日時損益マイナス7581円。
ビットフライヤーより。遠藤光口。遠藤光口さん、こんにちは。ブフ買ってますか？僕連日負け越してます。こんにちは。同じく負け越しです。わらわら。あら。勝ちましょう。天井 L した後、寝落ちたカネールとかバカやらかして、マイナスに、わらわら。勝ちましょう。天井 L。250万、から L だったんですね。まだ伸びしろあったので L したくなりますよね、わら。本当それダブル登録しときました。また遊び来ますね。わあ、ありがとうございます。ぜひ。本名バレてもうた、わらわら。買った切符を待ってます。わらわら。チャットに戻ります。はい。トレード頑張りましょ。
ストリーム波健全です。ストリーム波非常に良い状態です。
日時損益マイナス3万2487円。日時損益マイナス3万2487円。
日時損益マイナス35,493円。日時損益マイナス35,493円。和骨です。強波ショーターにとって波爆撃ですか？トロリウム。トロリウムさんこんばんは。爆負けしています？今日橋さんが1割増えました。おお。コツ教えてあげましょうか。おめでとうございます。
ぜひ。0.01 枚の、買い、を200万、でしたとします。はい。この時点でビットコインの価値が突然1円になるくらい暴落したとしても、2万円しか損しません。値段の動き幅で入れる感じですね。必要証拠金派レバレッジ4倍でたったの5000円、1万、あれば損切りされない証拠金になります。失礼ロスカット。10万、あれば、200万、の場合 0.05 枚までロスカットされずに放置できます。ロールオーバー気にしない派ですね、わら。将来的に絶対に上がる、って世間が言ってるので、必ず200万にはいつか戻ってきます。そこはビットコインの信頼がありますからね。
だと現物買ってガチホの方がと思うのですが。いえ、問題波高騰した時で、そこでレバが効いてくるんです。難品買い増しする感じですね。現物だと自分の資金以上には勝てませんが。空はどこまでも青いです。高くなったら適当に差し値決めて利確すれば絶対に負けないです。青天井ですね。暴落したら難品買いで、もし価格が1円になったらポケットマネーで現物でも買っとけばいいです。まさに錬金術ですよ。なるほど。ただし、証拠金が十分、ロスカットが絶対にされない資金は必要です。ロスカットされたら強制退場ですもんね。証拠金の対処方法で追加で口座に入れたら助かるのですが、ビットコインが電子のクズで0円にならない限りは将来的に利益になりますが、現在はいろんなところが検証してビットコインの安全性がある程度保証されていますので、
国の通貨になっているところありますもんね。日時損益マイナス43,772円。なので、ショートよりはロングがおすすめです。僕もロング派なんですが。ついショートポチっちゃう癖が。安くなったら買うが正解ですね。ちなみに細かいこと言うと、レバ手数料が1枚あたり現在900円ほどの手数料がかかるので、レバ手数料かかってるんですね。あ、ブフ派どうだろう。それ以上を、ホールドしているポジション難品買いで稼いでおくって感じですね。ブフポジション持った時レーンスタートなので手数料かかってないと思ってました。わら。ブフ派帰り手数料がありますからね。帰り手数料超辛いです。フックス暴騰を防ぐシステム兼手数料です。帰り昔 30% とかでした。わら。だからブフミン派ショートに寄っちゃうのかもしれませんね。
280万から暴落経験してるので、他のフックス派冒頭暴落時スプレッドが空いて、0.01 枚買った瞬間900円マイナスとか、わら。スプレッド手数料高騰しますよね。そんな感じで冒頭暴落が防がれています。高騰暴落ありのトレードの方が楽しいのですが、わら。幸いかなり乱高下するので、ビットコイン楽しいです。ロングで分ポジ持ってしまっても、下の方でこじきけれます。天井ロングした時枚数多いと泣きたくなります。わら。まとめると、恐れずガチホできる証拠金残してトレードするのがコツですね。今日も負けてしまったのでやけ酒に明け暮れたいと思います。ただしショートガチホ派ダメ、わら。ショートガチホ派ほんと負けます。高騰時に反発取るとき入ると勝ちやすいのですが、暴
落時ショート入っても反発で負けること多いです。昨日の冒頭時、0.01 枚がマイナス6000円とか意味不明な値になりました。めっちゃ手数料高いですね。なので、やっぱりロングがいいですよ。トロリウムさんそれやってます。わら。ロングですね。おお。ジュダさんどうもですー。一時20万、マイナスを2日くらい持ってました。わら。ひえー。胃が痛くなりますね。将来的にハイマの240万も安いものになるでしょうから、1枚でやってるんで、良いロングライフを願っています。多い時4枚。心配なら、暴落時に別のコインに相手不得と交換すると。高い時に日本円にするより、他のコインも安くなるので税金対策にもなります。はい。メモ。他の仮想通貨にした時に含み益が日本円換算されるので、
並行して安くなる他の仮想通貨に変換しておけば、武徳がもしゴミくずになっても、生き残れます。でも、ビットコインが一番安心ですね。他のコインより、スイングの方が最近勝てる気してきた、わら。スイングいいですね。スイングいいですよ。まあ実際スイングで勝ってる、わら。素晴らしい。負けるとき肌痛い短期、わら。88万、あるなら計算合ってるかわかりませんが240万、の時 0.73 枚までの取引では絶対にロスカットされないので、80% まで維持率保ったらロスカットされないです。きちんと把握して取引して、安くなったら難品がいいと思います。
ありがとうございます。はい。メモメモ。難品してるうちに下の方の利確で利益が出ます。いやーわかるけどスケベ心で短期でやっちゃう。僕も、わら。で負ける、わら。下降の速度速いんでつい。入ってしまう。勝つ時もあるけどね、わら。落ちたら買うだけで勝てるんですよ。ただし、ある程度のルールを決めて横波ごとにちょっとずつです。でっかく勝ちたいやん、わら。それはそうですね、わら。ちなみに240万の壁はかなり厚そうです。わらわら。ポジポジ病です。平均線まで落ちそうなチャートしてますね。238万とかになってたら、おとなしくゲームでもして230万、なり240万、超えて245万、くらいになるまで待つのが良しです。
ポート線割ると不安なります。どんなに安くなっても、お買い得になる、くらいの余裕ができますよ。買い占めるから1円になってくれとも思う、わら。確かに、わらわら。サポート割るかな。この辺で反発で上がりそう。今回、230万、かなり底堅いですね。割ると。朝やったらここで入ってた。230は割らなさそうですね。ちなみに価格派すべて現物価格で言ってます。フックスの場合は各社ごとにシステムが違うので、フックス取引所価格ですね、わら。割ったら暴落きますから。クソポジ派放置して暴落落ち着いたら、ロング追加ですよ。トロリウム3回締めですね、わら。今ですね。ですね。かなり実績のある底ですね。反発弱いですね。で、抜けても別に困らない枚数しか買わないのがコツです。間違えた。入ってないですよ。余裕が大切ですね。すみません。つい難品で追い込んでしまう。入ってなかったです。すいません。わらわら。
も負けてメンタル崩壊中です。まあ今の話はすべて。将来的に5万ドルになる。ってファンドなりの自信が元ですから。5万ドル。2.5 倍にできますね。そのままビットコインが暴落したままゴミくずになる可能性は排除してます。ゴミくずになる可能性の対処は、さっき言った暴落時の別の仮想通貨への変換ですね。さすがにゴミくずにはならないと思います。わら。節税しつつ、リスク対策ができてお得です。リップルとネム密かに現物買ってます。わら。いいですねー。引っ張られて上がってるので。他のコイン買っても、気軽に使えない以外は損感はないですね。はい。将来の楽しみにがちほです。わら。ビットコイン以外使えないですね。わら。ではでは、今日も負けてしまったのでやけ酒に明け暮れたいと思います。はい。こ
コメント、ご視聴ありがとうございました。次回は爆撃ですね。次回頑張ります。お疲れ様です。お疲れ様。ありがとうございます。爆撃配信できる日をぜひ期待してください。ロングで攻めますね。はい。ではでは、せー